こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は M5 スティック C プラスの UART を使用してみるをお送りします。UART は補聴同期式シリアル通信の一つで開始と終了の合図を取り決めておいて、その合図に従ってデータ通信する方式です。USB ケーブルとマイコンを接続してデータ交換をするときによく使用される方式です。それではこの UART を使用して M5 スティック C プラスとパソコン間の通信を行うプログラムについて見ていきたいと思います。こちらが UI フローに用意されている UART のブロックです。UART ブロックはハードウェアカテゴリーの中の UART の中に分類されています。今回 UART の機能を試すために使用した装置がこちらとなります。前回の動画で使用した可変抵抗の値を AD 変換する装置を使用しました。今回は AD 変換された値を USB ケーブルでパソコンに接続し、この AD 変換されたデータを送信するプログラムを紹介します。こちらに M5 スティック C プラスのピン配列と可変抵抗への接続を示しています。M5 スティックの背面にはピンの配列が印刷されています。今回は M5 スティックの上側にあるピンを使用しました。可変抵抗への接続は両端に 3.5V とグランド端子を接続し、真ん中の端子に G36 ピンを接続しました。プログラムは UI フローを使用して作成しました。最初にセットアップブロックの下に UART を設定するブロックを配置しました。このブロックでは UART1 と2を選択することができます。ここでは UART1 を選択しました。次に USB ケーブルで通信する場合は送信ピンを1、受信ピンを3として設定します。そして通信母レートを 9600bps を使用してこれを UART1 とします。その下はアナログ入力ピンを ADC0 ピン番号36にします。読み取り解像度を12ビットに、入力減衰率を11デシベルに設定するは前回と変わりません。こちらがボタン A を押した時のプログラムとなります。最初に変数ナンバーを用意し、送信したデータをカウントするのに使用します。次に UART1 に文字列 Output to UART を1行書き出すブロックを追加しておきます。その下に50回繰り返すブロックを配置し、変数ナンバーを1つ増やした後、変数 AD アンダーラインバリューにアナログ値を読み取ります。そしてこの値を M5 に配置したラベル0に表示します。そして変数 BF を用意し、ナンバーと AD アンダーラインバリューを文字列変換し結合し代入します。その後、この値を UART1 に BF を1行書き出します。次に 100mm 秒プログラムを停止しループを繰り返します。ループが完了すると最後に UART1 にエンドの文字列を書き出します。これがプログラムの全体となります。出力された UART の受信データはArduino IED を使用して受信していきます。IED が起動したらツールズを選択しボードを M5 スティック C プラスにポートを M5 が接続されたポートを選択します。受信状態を確認するにはシリアルモニタを使用します。メニューよりツールズを選択しシリアルモニタをクリックします。そして M5 の A ボタンを押すと右の図のように受信されたデータが表示されます。この時、受信されるデータの速度をプログラムと同じ 9600bpt に合わせておいてください。データを確認するには、ツールズのシリアルプロッターを使用して行うこともできます。この場合、数値データであれば、右の図のように折れ線グラフとしてデータを確認することができます。それでは、このプログラムの実行状態を見ていきましょこちらの可変抵抗の値、アナログ出力されたものをシリアル通信でデータ送信してみます。Arduino IDE の方から受信してみたいと思います。まず、こちらの方なんですけども、ツールの方で、ここにシリアルモニターというのがあります。で、ここで今シリアルモニターが表示されました。で、ここにデータが受信されます。データが受信されるのがわかりますね。では次にツールで
プロッターの方を使ってみましょう。そうすると、こういう形でデータをですね、線グラフでモニターすることができます。